まさし、こっちこっち。母さんが手を振る。あんたは本当に、お弁当作ったのに、お弁当忘れてったら世話ないでしょうよ。いやほんとごめん。わざわざありがとう。そう言って母さんは俺に弁当を差し出した。あれ、奥寺？そこへ通りかかったのは俺の上司、西村さんだ。あ、西村さん、紹介します。俺の母です。え？おばあちゃんじゃなくてお母さん？あ、失礼。ってお前、弁当を届けてもらったのか？あれですね。変な意味じゃないですけど、年取ってできた息子さんは出来が悪いとかあるんですかね？困っちゃいますよね。変な意味じゃん。でもってしっかり皮肉じゃん。俺はムッとした。そんな俺の感情の変化に気づいたらしい母さんが俺を見て笑った。いえいえ、本当に遅くに私のところへ来てくれた子でしたから、私も子育ての体力が残ってなかったところがあります。きっと具足がご迷惑をおかけしているんでしょう。いつもありがとうございます。目上の、しかも小さなおばあさんに深々と頭を下げられて、西村さんはちょっとだけひるんだ。まああれだ、優しいお母さんに甘やかされて、今のお前がマザコンで甘ちゃんなのはよくわかった。どうやらお家に帰ればママが優しくしてくれるみたいだし、これからは今まで以上にビシバシ行くぞ。そう言って立ち去ろうとする。俺は母さんのことをおちょくられてだいぶ腹が立っていたけれど、ここでそれをあらわにしては本当に思うツボだ。何より母さんがさっきから面白そうとばかりに目を輝かせている。もう71歳でしょ。いい加減そうやって息子の人間関係をゴシップ扱いするのやめなさいよ。俺が黙っているから何か勘違いしたのだろう。西村さんはなおも言う。高齢出産って本当にいろんなリスクが高いんですね。俺は気をつけようと思います。さすがにちょっと言い過ぎだろう。俺は少し苛立った。西村。そんな時、たまたま海外本社から来ていた社長秘書が通りかかる。この道は昼時うちの社屋から外にランチに出る人がだいたい通る道なのだ。ひろこ？俺と母さんはえっと思って振り返る。どうして彼女は母さんの名前を知っているのだ？ひろこでしょ？いやだ、こんなところにいたのね。そう言って彼女は慌ててスマホを取り出した。俺は母さんと目を見合わせる。何したの？と目で問うけれど、さあ、と肩をすくめる母さん。俺は結局、弁当にありつくことはできなさそうだった。母さんはデザイナーの仕事をしていて、女手一つで俺を育ててくれた。仕事が専門職だったこともあり、片親の割には、俺はそんなに苦労せずに育った方だと思う。それでもやっぱり母さんが仕事で忙しい時や、両親と手をつなぐ同い年くらいの子を見ると、少しだけ羨ましくはあった。でもいつも母さんが大好きよと俺を抱っこしてくれたから、それなりに満たされていた。だから確かに俺はちょっとマザコンだし、西村さんに甘ちゃんと言われて、図星をつかれた感は否めない。もちろん反抗期もあったし、母さんが若くないことが恥ずかしかった時期もある。けれど母さんはそんな俺の感情にいつも気づいて、距離感を大事にしてくれた。高校生の時、本当に一度だけババアと言ってしまったことがある。言った瞬間に後悔したし、母さんが俺のことをまっすぐに見たあの目は今でも忘れられない。友達とのやりとりの中で親に背くことがイケてるように感じてしまってのことだった。俺が謝罪の言葉を言うより母さんが口火を切る方が早かった。そうよ、ババアよ。あと10年も生きたら
私の親の死んだ年。あんたとは仲良くやりたいって思ってたけど、あんたがそうじゃないなら、大学進学で家を出なさい。私は残りの人生を可愛くて大事な息子に罵倒されながら生きるなんてまっぴらよ。怒っていたのだと思う。けれどそれなりの冷静さと落ち着いた口調で言われて、俺はハッとした。あの時母さんは58歳だった。母さんの両親は長命ではなくて、二人とも70歳まで生きられなかったから、母さんは自分もそうだろうと思っていたに違いない。残りの人生としれっと出てきた言葉に、俺は冷や水を浴びせられた気分だった。もしあと10年で本当に母さんが旅立ってしまったら、それは高校生の俺にとってものすごく怖いことだった。何の恩返しもできずに、今日のことをずっと後悔するに違いないと思った。ごめんなさい。俺は素直に謝った。大切に育ててくれた人に言う言葉じゃなかった。ごめんなさい。もう一度謝る俺に、分かればよろしい、と母さんはご満悦の笑顔を見せた。もうずっとそうやって、俺は母さんの手のひらの上で、コロコロ転がされているのだと思う。午後の仕事をしていると、俺は西村さんに呼び出された。社長夫婦がお前の母さんに会いたいって言ってるんだけど。はい？俺は状況がつかめなくて聞き返してしまった。本社の社長夫婦なんて言ったら、俺たちからしたら雲の上の存在だ。今回だって日本支社のスタッフには2人しか会わないと聞いていた。1人はもちろん日本支社の社長、もう1人は顧問だ。そんな人たちがなんで母さんに？俺はハテナマークでいっぱいになる。ダメか？まずいんだよ。もう来ちゃうんだ。お母さん呼んでもらえないか？いや、まあいいですけど。ほぼ懇願された形で母さんに連絡すると、あみつ食べてたわ、と返信が来た。のんきなもんだ。今日はあんたに振り回されっぱなしね、とちくりと言うので、母さんの大好きな金つばを帰りに買って帰ることを条件に会社に戻ってきてもらう。はいはい、どうしたの？とちゃきちゃき会社に戻ってきてくれた母さんに状況を説明しようとしていると、西村さんが、来ちゃったから早くお連れして、と母さんを連れて行ってしまった。慌てて追いかけた先の社長室では、いろこ、会いたかったわ、と社長夫人のノアさんが母さんと写った写真を握りしめて涙を流していた。母さんはアメリカにいたことがある。俺が生まれる前のことだ。当時すでにデザイナーとして活動していた母さんは、働いていた会社の仕事でシアトルにいた。そんな時、道でうずくまる女性を見つけたのだ。それが当時まだ大学生だった今の社長夫人のノアさんだった。アメリカ人は陽気でフレンドリーだって日本人は思うみたいだけれど、実態は案外そうでもない。結構ドライだし個人主義だ。特に都市部ではその傾向が強くて、道でうずくまっていたりしたら荷物をひったくられたり、もっと悪い時にはそのまま誘拐されてしまうこともあるらしい。なんとかしなければと当時の彼女は思っていたけれど、全く立ち上がれない。周囲の人は気づいても通り過ぎていく。なぜなら逆にこういった体調不良を装ったスリなどの犯罪もあるからだ。大丈夫？そんな彼女に話しかけたのが母さんだった。女の子が声をかけてくれたのだと思った、と社長夫人は言う。母さんは150センチくらいしか身長がない。向こうではいつも子供に間違われていたそうだ。テキパキと救急車を呼んで対応してくれたの。結果彼女は子宮筋腫だったそうだ。私は当時若かったし、自分が病気になるなんて思ってもいなかった。だからすごくびっくりしたの。うずくまって
お腹は今まで経験したことがないくらい痛くて、このまま死んでしまうのかと思った。ひろこだけが声をかけてくれたのよ。一緒に救急車に乗って病院へ行った母さん。万が一の時は向こうの高額な救急車のお金と病院代を払うつもりだったそうだ。そのおかげで彼女は一命を取り留めた。腫瘍は破裂せずに切除することができたのだ。難しいと言われていたけれど、子供を産むこともできた。本当にひろこのおかげ、感謝しているわ。そう言ってまた涙ぐむ社長夫人に母さんは言った。ノアが私と同じ感じの痛みを訴えていたから嫌な予感がしたの。間に合ってよかったわ。母さんには子宮がない。そう、俺は母さんの本当の子供ではないのだ。母さんはいまだにあんまり自分の話をしない。けれど一度俺が成人する時に話してくれた。俺が本当の子供ではないこと、アメリカで俺を拾って日本に連れ帰って育てたことを。あの日はクリスマスだった。珍しく私は教会に行ったの。そしたら毛布が落っこちていて変な感じがして、それを教会に届けようとしたのよ。そしたら中に黒髪で黒い目の男の子が入ってて、大変だったわ。私が子供を捨てに来たのだと教会の人に勘違いされて。まあ結局引き取っちゃったんだけど。そういう母さんに俺は今でも感謝している。本当に母さんはいろんな人を放っておけなくてすぐ首を突っ込む。社長夫人といい、俺といい。ひろこ、急に会えなくなって寂しかった。ずっとお礼を言いたかったの。本当に本当にありがとう。聞くとクリスマスの頃に母さんは急に病院に来なくなってしまったそうだ。それって、と言うと、そう、と言われた。やっぱり俺だったか。社長夫人がディナーをぜひというので、俺と西村さんで行って行ってと懇願して同行してもらった。お前のお母さん、すごい人だったんだな。すごいっていうか、まあすごい人ですけど、さっきバカにして悪かった。あ、やっぱりバカにしてました？トゲあるなって思ったんですよ。すまなかった。俺、親と仲良くないから、なんか羨ましくて、ついトゲのある言い方を。まあ、俺は甘ちゃんなんでいいですよ。西村さんにも甘々で対応します。ボーナスの査定が楽しみだな。俺がそう言うと、西村さんは、善処するよ、と苦笑いした。あ、金つば。そう言って母さんは金つばに手を伸ばそうとする。俺はそれを阻止して、今日のディナーのことを聞いた。別に普通よ。一緒にご飯食べて、また会いましょうって話しただけ。どうやら本当に隠し事はなさそうだ。俺は母さんに金つばを差し出した。母さん、ありがとね。そう言うと母さんはふっと笑った。本当はちょっと羨ましかったの。私は全摘だったけど、ノアは腫瘍の切除で済んでいた。子供は諦めていたし、それでいいと思っていた。ノアが助かって嬉しかったのは本当よ。だから子供を産むことが難しくなってしまって思い悩む彼女を励ましていた。あなたにはまだ希望があるわって。母さんはそう言ってお茶をすすった。湯気の向こうで思い出すような懐かしい顔をしていた。でもあんたが急に私の人生に現れた。諦めたつもりだったけど、本当は諦めきれてなかった自分を知ったの。絶対に譲らない。この子は私の子だ。だって私のところに来てくれた。その気持ちだけで向こうでの手続きを済ませて日本に連れてきちゃった。そう言うと珍しく俺の顔を覗き込む。私に拾われて後悔してる？頭を殴られたような衝撃だった。
俺は母さんが今までそんな気持ちと戦っていたなんて知らなかった。いつだって自信満々で決断力があって世界を楽しんでいる母さん。それなのに本当はいつも良い母親になれているか不安だったのだろうか。わけない。喉から絞り出すように声が漏れた。そんなわけないだろ。母さんが俺の母さんで、俺がどれだけ幸せだったと思ってるんだ。気がついたら俺の目から涙があふれていた。西村さんにマザコンと言われても否定できない。母さんは俺の母さんだよ。世界でたった一人の大事な大好きな母さんだ。子供みたいに泣く俺の涙を母さんは拭った。ならよかったわ。その笑顔を俺は生涯忘れないだろうと思った。結局母さんはちょくちょく社長夫人とメールでやり取りしているらしい。彼女が最近日本に来る頻度が高くて、うちの社長はテこ入れでもあるのかと戦々恐々しているらしいから、なんだか申し訳ない気持ちだ。まさか一人のおばあちゃんに会いに来ているなんて思いもよらないのだろう。今日は一緒に宝塚見に行くのよ。そう言って母さんは嬉しそうに家を出て行った。元気なことだ。俺は母さんを見送った後、商店街へ出かけた。今年の母さんへのクリスマスプレゼントは何にしよう。湯たんぽの蓋が閉まりづらいと言っていたから、新しいのを買おうかな。そんなことを考える。息を吸い込んで顔を上げると、雲一つない空が爽やかに広がっていた。